いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は金沢旅行動画の後編になります。後編では夕方からの食事やこの彩の庭ホテルさんの評価の高い朝食に金沢土産の買い物やお昼ご飯と前編同様食べてばっかりのグルメ動画となっておりますが、金沢に旅行に行く際の参考にしていただけたら幸いです。それではフロントの方がタクシーを呼んでくれてますので、予約してあるお店へと向かいたいと思います。運転手さんといろんな話をしてたらあっという間に目的地に到着。昼間に行ったお寿司屋さん同様、こちらのお店も人気店のようなので事前に予約をしておきました。大衆の根、割烹の味、のどぐろと北陸の地元食材を使った料理が味わえて金沢らしさ漂う趣のある店構えのこちらは金沢市片町にあります大衆割烹魚銀さんです。営業時間は17時から23時30分で定休日は不定休となっております。ちなみに駐車場はありませんので近隣の有料駐車場を利用することになります。それでは行ってみましょう。お邪魔します。店内も外観同様趣のある和風で、客席はカウンターが16席に4名用テーブルや4から8名用の掘りごたつ席、10名12名用の個室など全108席もある意外と大きなお店です。それではメニューを見てみましょう。まずはおすすめのメニューです。お刺身やのどぐろ料理などいろいろありますが、大衆の根って意外とお高めなんですね。他には石川の地酒3種、飲み比べセットが3種類にビール、ハイボール、カクテル、果実酒など種類豊富なドリンクメニューに石川のうまい地酒もかなりの種類を取り揃えてあり、何にするか悩んじゃいますね。それでは注文も完了したので料理の到着をお利口さんにして待ちます。まずは飲み比べセットのプレミアム1680円です。どれも美味しい。ちなみに真ん中のは昼も飲んだ銘柄ですね。続いてはお通し480円。こちらの魚銀さんはお通し代が発生します。この日のお通しは日本酒によく合うエビの塩辛に魚と大根の煮物です。どちらも美味しいです。一応通常のメニューも見てみます。サラダや一品物などメニューに絵があるとより美味しそうに見えますね。続いてはのどぐろ料理に金沢おでん、だし巻き卵にあったかメニュー、炉端焼きに加賀野菜の天ぷらに種類豊富な揚げ物、のどぐろや握りや巻き寿司に締めのご飯に甘いものと誘惑が多いです。またカウンター上部にもメニューがたくさんありました。そして最初に来た料理は五郎島金時の天ぷら580円です。3年前に金沢に来た時に違うお店で食べた五郎島金時の天ぷらの美味しさが忘れられなくて再度注文してみました。甘みが強く能登塩をかけて食べるとさらに美味しさがアップし最高のおつまみになります。香箱ガニのグラタン2980円です。せっかくこの時期に金沢に来たならカニは外せないですよね。この香箱ガニのグラタンはカニが丸々1杯以上入った贅沢なグラタンとのことで、カニの身がぎっしり入っており身の香りも濃厚で贅沢なグラタンです。身の部分やカニ味噌の風味もしっかり堪能でき満足度の高い美味しい一品でした。続いては金沢ジュブに1580円です。金沢おでんかジュブニで悩んだ結果こちらを注文。見た目はかなり濃そうな味付けに見えますが、意外と優しい味にとろみがよく合っており、具材に使われている鴨肉がとても柔らかく意外な美味しさに驚きです。価格としては若干お高めですが、それぞれの具が2つずつ入っているところを見ると器も大きめだし、2人前の量あると思えば妥当な価格ではないかと思います。しっかりと煮込まれた野菜も美味しく、とろみの効いた汁も美味しくいただくことができ、金沢ならではの良い郷土料理をいただくことができました。ちなみに支払い方法は現金またはクレジットカード、PayPay、楽天ペイとなっております。五郎島金時に香箱ガニ、金沢ジュブニと金沢ならではの美味しい料理をしっかりと堪能することができました。いつもならお腹いっぱいになるまで食べちゃうのですが、少し大人になったようです。せっかくの旅行だし、もう1軒ぐらい寄ってからホテルに戻りたいと思います。それではこのままふらふらと次のお店を探しに適当に歩いてみたいと思います。電飾が綺麗だなぁとふらふらしてると、この数分後に突然の大雨。朝一での教訓をまるで活かせてない竹千代です。というわけで雨宿りも兼ねて次に行くお店はこちら。金沢市武蔵町にありますイタリア式食堂ゆるキャンティ金沢さんです。営業時間はモーニングとランチ、ディナーとそれぞれあり、定休日は日曜日と祝日となっております。こちらも駐車場はありませんので、
近隣の有料駐車場を利用することになります。それでは行ってみましょう。お邪魔します。店内は雰囲気の良いイタリアンといった感じで、客席はカウンターに4名用テーブルや大人数で座れるテーブル等合計35席のお店となっております。それではメニューを見てみましょう。まずはこちらの名物料理のソフトシェルクラブの3種類から始まり、前菜などものすごい数のメニューがあり、あまりに長くなりすぎてしまうので一気に移すとこんな感じ。もしメニューが気になる方は一時停止してご覧ください。字が小さすぎてうまく見えなかったらすみません。あとおすすめのメニューはこんな感じになっております。そしてこちらのお店もお通しのようなコペルト代が1名あたり315円かかりますが、このパン特製オイルとの相性が良くとても美味しかったので問題なしです。そしてまず最初はレッドワイン740円で乾杯です。続いてはカリブサラダ1710円を注文。イルキャンティ自慢のドレッシングでどうぞとのことでいただいてみたら、サラダドレッシングともにすごく美味しかったです。牛肉の洋風たたき1020円です。メインではなく前菜の料理ですが、手頃な価格で十分な量があり、おつまみとして最適です。ほんのりとピンク色になるようローストした食感の良いお肉に特製洋風ジンジャーソースとの相性が良くとても美味しいです。お肉も食べやすいサイズにカットしてくれてあり、野菜やチーズと一緒に食べると食感や風味が変わり、2度3度と様々な美味しさを楽しむことができ、最後の一切れまで美味しくいただくことができました。続いては真夜中のスパゲティ1450円です。せっかくなら次はラーメンでも行こうかと思いましたが、ラーメン屋さんを探すのが面倒になり、締めはこちらでいただくことにしました。ちなみにこのパスタはイルキャンティさん自慢の少し辛めのガーリックトマトスープ仕立てで、ガーリックがたっぷりとのこと。確かにインパクトのあるニンニクに程よい辛さが癖になる美味しいパスタだと思います。これがきっかけかは分かりませんが、最近トマトスープ鍋をよく作ってます。手軽で意外と美味しいんですよね。あとサラダにかけた美味しいドレッシングですが、レジ横の棚に他の商品と一緒に並んでたので一つ購入してみました。ちなみに支払い方法は現金の他にクレジットカード、電子マネー、QR 決済が可能となっております。サラダにお肉にスパゲティとどれもとても美味しく、お土産に美味しいドレッシングもゲットすることができました。2軒立て続けに飲み食いしたらさすがにお腹がいっぱいです。雨も止んだことだし、ちょっとした運動も兼ねてタクシーを使わずホテルまで散歩がてら歩いて戻りたいと思います。この日は朝から食べ飲み放題な一日となりましたが、鮮度抜群のお刺身やお寿司、金沢ならではの郷土料理や勢いで入ったイタリアンなどいろいろ食べることができ、充実した一日だったなと思ってるうちにホテルに戻ってきました。先ほどの店から30分ぐらい歩き、程よい運動になりました。あとはもう寝るだけなので、明日の朝食を楽しみにちゃっちゃと寝たいと思います。それでは数秒後にお会いしましょう。おやすみなさい。おはようございます。今回は旅行動画では起床後に必ず行っている景色動画は完全にカットし、すぐに1階の朝げ所に向かいました。食いしん坊万歳です。こちらでは先着30名に限定のオムレツを作ってもらうことができるので、開店待ちをしようと5分前行動をしました。それでは張り切って入場です。まずは席を確保し、お皿を取りに行きます。その後は順番に好きなものを取っていくのですが、端から全部取りたくなるほど美味しそうな料理がずらりと並んでます。そして来ました、その場で作ってもらえるオムレツです。早く並んだのもあり、無事限定30食をゲットです。そしてこちらの朝げですが、加賀野菜など地元食材をふんだんに用いた料理をビュッフェ形式で提供。四季折々の旬の味覚や海や山の幸、和洋の料理を揃えた才の庭ホテルさんならではの朝げが堪能できると高評価で、様々な賞を受賞しています。それにしても手の込んだ魅力的な料理が多いですよね。前日あんなに食べたのにまだまだ食べることができ、朝から絶好調の竹千代です。こちらはサラダとご飯のコーナーです。続いてはお刺身の小鉢に白米に金沢カレーにハントンライス、玄米入りおかゆに漬物やふりかけなどのご飯のお供にコーンスープに味噌汁と味噌汁の具があります。あとキッズコーナーもあり、カニクリームコロッケにハンバーグとチキンナゲットにタルタルソースとケチャップがあります。続いてはデザートのプリンにゼリーにチョコロール、フルーツはバナナにピンクグレープフルーツにキウイにオレンジ。これは何かというとアイスです。あとオリジナルモナカも作ることができます。
例のお店に対抗してコーンスープでも入れて30秒も中でも作りますか？あとはいろんなドリンクに、何でも入れ放題のシリアルに、ヨーグルトに2種類のジャムに、お茶やコーヒーやカフェオレなどのホットドリンクがあります。先着30食限定の甘エビのクリームソースです。そして欲のままに取りまくった竹千代オリジナル朝食です。取ってきたものはアジと赤魚のいしる焼きに、ひじき五目に、だし巻き卵に、クスクスに、かぼちゃとブロッコリー、エビフライにチキンのロースト、金沢豆腐のハーブパン粉揚げにウインナーとベーコン、加賀棒茶にコーンスープ、温泉卵に刺身小鉢に、石川県産なめこときのこおろしに、金沢カレーに、甘エビのクリームソースオムレツです。多分ですけど白米まで入れると全部で18種類も取ってきました。そして作りたてで金箔やお花の乗ったやたら上品なオムレツはふわふわで柔らかく、濃厚なクリームソースとの相性も良くとても美味しいです。5分前行動で早めに来て並んだ甲斐がありました。完全に忘れてましたが、一応サラダも取ってきました。ベジタブルファーストもバッチリです。金沢カレーは濃厚でドロッとして美味しく、刺身小鉢と半熟卵は白米と一緒にしてミニ海鮮丼としていただきました。それぞれの料理も手の込んだものが多く、何を食べても全部美味しかったです。せっかくなので食後のデザートとしてプリンとカフェラテをもらってきて、目の前の景色を楽しみながらいただきました。楽しみにしてた朝食も終わり、名残惜しいところもありますが、今回も大満足な朝食となりました。チェックアウトの時間は12時なのでまだまだゆっくりできるのですが、金沢に来てゆっくりするのはもったいないので、もう一度お風呂に入ったら着替えてちゃっちゃと出発します。じゃらんアワード2024近畿北陸の都道府県別総合1位を2年連続で受賞されるのも納得の良いホテルだったと思います。もし機会があればあなたもぜひ泊まってみてください。続いて9時18分にやってきたのはこちら。他の方の動画でもよく見るこの噴水、ここに来たらこれを撮りたくなる気持ちすごくわかります。私も他の方の動画と同じように一応鼓門の動画と写真を撮りましたが、ほとんどの方は新幹線で来るのでこの映像は一番最初ですけどね。そんなことは置いといて、今回ここに来た目的は金沢ならではのお土産をまとめて購入するためにやってきました。それがこちら、金沢駅内にあるアントさんです。このフロアにはザ・お土産と言わんばかりの雑貨や食べ物、工芸品やお酒など何でも揃っているので、お土産を一気に揃えることができますが、今回私が行きたい場所はもっとマイナーな土産を求めて、ここの2階にある100番マートというスーパーにやってきました。自分用であったりちょっとしたお土産ならここがおすすめ。塩チョコやスナック菓子、お酒に8番ラーメンといい買い物ができました。あと惣菜やお刺身も結構すごかったですよ。ここからは金沢市ではないので車で旅行に行った方限定になってしまいますが、次にやってきたのはこちら。金沢駅から10キロ弱程度走ったところにあるこちらは野々市市柳町にありますコストコ野々市です。営業時間は10時から20時で、定休日は1月1日となっております。ここのコストコのすごいところは平日限定だと思いますが、すごい空いてることなんですよね。年に何回か行くコストコは平日でもすごい混んでるので、ここはさらっと回れてなんか得した気分になれます。そして車で旅行に行ったついでにここで給油すればさらにお得。どうせどこかで給油するなら安いに越したことはないですよね。近くにコストコがないという地域にお住まいの方は金沢旅行ついでに給油も含めてここに寄ることをお勧めいたします。そして金沢旅行に行くなら有名回転寿司にも行きたいと思うのは自然なことですよね。前回の旅行ではもりもり寿司さんに行き、今回は先ほどの彩の庭ホテルさんの近くにあるまいもん寿司さんに行こうかと思ったのですが、急遽変更。今回やってきたお寿司屋さんはこちら、石川県白山市にあります寿司食いねまっとう本店さんです。営業時間は11時から21時30分で、定休日はありませんのでいつでも行けるのはありがたいですね。そして駐車場はお店の正面と店舗裏側に合計70台あります。そして場所ですが、今のコストコからすごい近くて、コストコを出たら8号線から157号線を左に曲がり、ちょっと走った通り沿いの左側にあり、金沢にある有名回転寿司の一つとしては車で行くのがメインの場所となるため、平日であれば昼時でも待たずに入れるのは旅行者としてありがたいですよね。それでは行ってみましょう。お邪魔します。店内は綺麗で清潔感があり、客席はカウンターが16席に6名用の椅子テーブルと小上がりのテーブル席が17卓の合計118席もあります。それではメニューを見てみましょう。
まずは月曜から土曜日の16時までのお得なランチが4種類あり、そのうち3種類は数量限定のようです。ただし開店1時間後では上の2つはお得すぎてすぐになくなってしまうようですね。他はだいたい2貫ずつの案内となっており、北陸ならではのメニューもありワクワクが止まりませんね。数時間前に朝食をしこたま食べたことなんてすっかり忘れてる自分が恐ろしいレベルです。そして卓上サービスはこんな感じ。大好きながりも後ほどしっかりといただきます。そしてまず最初はこれ、食感がよく甘みのある倍貝510円です。続いてはのどぐろ炙り税込み920円です。これが食べたかった。北陸に来たならのどぐろは絶対食べておきたいですよね。前日の居酒屋ではカニをチョイスしたので、今日は絶対のどぐろを食べると決めてました。920円でちょっと高くても関係ない。ここで食べない方が後悔しそうですもんね。続いては特盛ランチ税込み1290円です。平日のランチ限定の特盛ランチはお寿司10貫にあら汁がつきます。鮮度抜群のお寿司はどれを食べても美味しい。しかもあら汁までついて1290円はかなりお得。このランチをメインに好きなものをチョイスして食べれば会計がびっくりしすぎることもなさそうですね。続いてはカニの外子和え税込み610円です。ぎっしりと詰まったカニの身にプチプチとした外子の食感がとても良いです。続いてはアナ牛中巻き400円です。ふわっとした穴子と甘だれにきゅうりの食感が最高。続いては蒸しエビです。別にここで食べなくてもいいのになぜか食べたくなりますよね。そして再度登場のどぐろ炙りです。帰る前の記念にもう一皿注文。とろける感じが本当に美味しい。やはり炙りは最高ですね。お得なランチのおかげで920円ののどぐろを2皿食べても会計は5000円以内となんか得した気分になりました。会計はこの札をレジに持っていくみたいです。ちなみに支払い方法は現金の他にクレジットカードや電子マネー等の決済が可能となっております。限定20食や30食のお得なランチは開店1時間で売り切れとなってましたが、順番待ちもなく入店でき、普通にお得なランチに美味しいのどぐろの炙りを食べることができ大満足です。もしあなたも車で金沢に旅行に行くことがあれば、ちょっと足を伸ばして市外に出れば混雑を回避しサクッと入店できるので貴重な時間を短縮できると思います。もし売り切れてたよりコスパの良いお得なランチも狙っていくのであれば開店時に飛び込むことをお勧めいたします。それでは500キロ以上離れた地元に帰ります。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでも参考になったとか面白かったと思っていただけたのであればチャンネル登録やグッドボタンを押してもらえたりコメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。